世界は今ジェトログローバルアイ。世界一のシェアを誇る日本生まれの養殖真珠。これまではバイヤーが実物を見ることでその価値を見極めてきました。しかしコロナ禍の影響でそうした対面での買い付けが不可能に。そこで始まった真珠産業に携わる人たちの新たな取り組みを取材しました。10月、日本では初となる真珠だけを扱う展示即売会が幕を開けた。日本の真珠を求めて海外からも多くのバイヤーが来場。出展した企業70社は自慢の真珠を並べて出迎えた。バイヤーたちが手に取っている真珠は仮糸で留められただけのものだ。この展示会ではアクセサリーなどの製品になる前の真珠そのものが主な商材となる。来場していた中国人の卸業者は世界中にいる華僑を顧客に持つという。3、4年前から日本のアクや真珠はすごく人気になって、だから今年の値段も昔より倍に高くなってもお客様に人気です。オンライン販売たちの小売りのためにの展示会が多い。私たちみたいの卸の展示会はほぼないから、だから今回の展示会はちょうど卸たちに会えるのチャンスでいいことです。この展示会に参加できるのは卸業者や小売りのバイヤーなどビジネス関連の事業者に限定されている。実はこれまで真珠業界が出展してきた総合ジュエリーの展示会には一般客も参加できた。しかし今回主催の田坂さんは、本来の真珠が持つ価値というものをですね、十分訴求できる目利き力を持った方々での商談というようなものがベースになるというのが重要かと思います。プロの目利きが価値を守る真珠市場。こちらのブースには1時間近くも真剣に真珠を見定めているバイヤーの姿が。ニューヨークから来日し、この角田真珠で10万ドル以上の買い付けをしたという。I think the pearl in America has become a very high fashion item instead of the way it started as a wedding item. So much popularity, so many different people, and in America, even men are wearing pearls. バイヤーに丁寧に商品を紹介していく角田さん。真珠の価値を見極めるためにプロはどこを見ているのだろうか。価値基準っていうのがあって、色だったり照りだったり巻きだったり形だったりっていうところがあるわけなんですよね。その中でも多くのお客さんが大前提にされるのは、大きいこととか丸いこととかというよりは、いかに輝きの度合いが高いかっていうところ、ここの要素を大事にする人が多いです。真珠養殖発祥の地伊勢志摩。角田真珠はこの地で90年以上3代にわたり真珠を取り扱ってきた。多くの養殖業者と取引があり、真珠の仕入れから加工、ジュエリーの販売までを一貫して手がけている。真珠の養殖では母貝の中に貝殻の一部を丸く削った核を挿入する。これを海に戻し、母貝に付着するゴミを丁寧に取り除きながら2年ほど成長させる。成長とともに核に真珠の層が重なっていくことで真珠の輝きを生み出すのだという。採取された真珠は大きさや形、色や輝きごとに仕分けられ、ネックレスなどに加工できるよう穴を開けた状態で展示会場に並ぶのだ。その実績と高い品質でバイヤーたちから信頼されている角田真珠。しかし角田さんは、日本の真珠の信頼性の高さは業界全体で作ってきたものだという。バイヤーが求める真珠が自社になかった場合でも、
そういうものを誰が持ってるかっていうのは僕らはその仲間内で分かってるんで、あそこのブース行ってごらん、こっちの会社行ってごらんっていうのは振り合うっていう、そういうことがよくあるんですよ。このショー自体がワンストップであらゆるものが手に入ったってなった方があれですよね、お客さんにとってもベネフィットが大きいし、そしたら次も来ようっていうふうに思える、それは僕らのベネフィットになるわけだから。そして今回の展示会、もう一つの挑戦はバイヤーが対面だけでなくオンラインでも参加できるハイブリッド型での開催だ。これまで真珠の価値を決める小さな傷、そして輝きは動画や写真で正確に捉えることは難しいとされてきた。そのためオンラインでの商談は不可能だと考えられてきたのだ。しかしコロナの蔓延に伴って真珠のバイヤーの方々が在庫がなくなってくる中で、アコヤ真珠を欲しいという要望が強くなり、そういう中で、オンラインで、取引をした。各企業でオンラインに対応しようとする動きが出る中、問題になったのはやはり画像。繊細な情報が伝えきれず、実物が届いてからクレームにつながることもあった。そこで今回バイヤー向けにウェブサイトに掲載されたのがこちらの写真。これこそが新たな挑戦だった。導入したのはこちらの撮影システムだ。照明の周りを黒幕で調整し、真珠の目利きにとって最も良いとされている北側の窓から差し込む太陽光に近い光量を再現した。例えばこの2つの真珠、左側の方がより輝きがあり価値が高い。南側の太陽光では天候や時間によって光り方が大きく変わる。蛍光灯では反射が強く輝きが潰れてしまう。最も光量が安定しているのが北側の太陽光だとされてきたため、これを基準にしたのだ。また複数の企業の真珠を同じ条件で撮影することで明確に比較できるようになった。出展した70社は事前にこの方法で商品を撮影し、オンライン商談を希望するバイヤーに公開した。さらに展示会場でオンライン商談の強力な助っ人となったのがコンシェルジュ。就是这个公司来做特选的，视信会给你，视信给你。彼らもまた海外バイヤーとの商談に精通した真珠業者だ。コンシェルジュはスマートフォンでバイヤーの要望を聞きながら出店ブースを回り、バイヤーの代わりに真珠を見定め、オンライン商談の橋渡しをする。彼らの目利き力の信頼なくしては成り立たない。コンシェルジュがバイヤーから届いた画像を見せてくれた。今回オンラインで買い付けた真珠が実物が手元にないにもかかわらず現地の顧客に売れたという。この情報を聞きつけた主催者の田坂さん、早速企業のブースへ。商売成立だ。はい、成立しました。あ、よかったです。はい。現に来ていただいて、もう実際今回出店の物を直接写真撮っていただいて、その中から選んでもらう形だったので。ああ。松本さんは画像に加えできる限り詳しく商品の状態を伝えるようにしたという。かなり細かくは説明はいたしましたね。これは傷はないですよっていう説明をね、僕らがしてももし傷があった時にすごい問題にもなるので、細かくここは傷があってこのぐらいの照り感でっていうのを細かく説明してやることで、より決済に近づく感じに話してはいますので。今回の取り組みについてヒアリングしていく田坂さん。こちらの企業では初めて取引をするバイヤーとオンライン商談を続けているところだ。特にアジアの方とか動画を見ても買う買わないっていうのがもう当たり前というか、日本の常識だけにとらわれずに、そういうハイブリッドというか実物を見るのと動画っていうので進めていくのはすごいことなんじゃないかなと。海外の常識に合わせるにしても
やはり取引リスクお互い取引リスクを最小にするようなやっぱり環境は整えていくっていうのがやっぱり日本の流儀なのかなと思いますけど、丁寧ですけどね。そうですね。はい。実験的ではあったものの、オンラインという形に一歩踏み出した日本の真珠業界。羽坂さんはこれまで誠実に真珠の価値を伝えてきた真珠業者たちへの信頼があってこそだと話す。1回限りでおしまいということは考えてません。皆さんみんな試行錯誤しながらの方向出しになってますので、中期的な視点で徐々に取り組みを強化して輸出拡大環境を整えるということを目指したいと思います。これをきっかけとしてですね、真珠業界の伸びしろをですね拡大し、新しい力のある真珠業界というものを改めて皆さんで作り上げていく、そういうエポックメイキングにできればいいですね。はい。